おはようございます。小木曽です。今日はですね、ちょっと池袋西部の個展会場にて、水彩を描いていたんですけども、ちょっとその動画を元に、初心者の人にありがちな失敗みたいなのをちょっとお話していこうかなというふうに思います。初心者の人にありがちな失敗っていっぱいあるんですけども、水彩をやるときにものすごい手の動きが速いっていうかね、シャー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 とやりすぎる。今例えば見ていただいたら、ちゃんとプロセスを踏んで、今だと水だけを使って、その後にちょっと色をちょんと差し込んでみるとか、書道みたいな感じかな。ピュッ流すところは流して止めてとか、初めと最後が結構適当やったりするんですけど、書道とかってやっぱ初めここ、最後ここ伸ばすとか羽とか、こんなイメージをちょっと持ってみる、自分の中で持ってみるだけでだいぶイメージが変わってくるんじゃないかなというふうに思います。でやっぱりどうしても水という素材を使ってますので、私たちが完全にそれを支配するって難しいので、その支配できないところというのを楽しむということがすごい大事かなと思います。言ってること分かります？難しいでしょ。今例えばこれなんか偶然的に紫が影のところに入ってくる。でもどこまで滲むかなんていうのは完璧にコントロールはできないですよね。で完璧にコントロールはせず、透明水彩とかの場合はちょっとそういうところを遊んでみるみたいな気持ちで、やってみられてもいいかなというふうに思いますね。ちょっとたまたまできたぞっていうことも楽しむっていうことが大事です。そこのとこを楽しまないっていうね、もう完璧にやらなきゃっていう人は意外と透明水彩向いてないことはないけども、よりも他の素材の方が合ってる可能性があります。油絵なんていうのは僕なんかもある程度完璧にピタッとこなしていくところが面白いんですけども、透明水彩の場合はそういうところじゃないところを楽しめた方が私はいいんちゃうかなというふうに思いますよ。ちょっとこういうふうに、であとはこういう土台ですね。もう分かりやすいですね。大きな土台というのを作る。それは例えば陰影ですね。もうよくあるのは光の方向がよう分からんっていうやつ。もういろんなところから光がババババと当たっていて、今も偶然ちょっと楽しみながらやってますけども、どこから光来てるかわからんっていう状態の設定で、モチーフを書き出してしまったりとかっていう風に、やっぱりそこのところもこれしつこく言ってますけども、やっぱり自分でね、一番かっこいい光の位置ってどこかなっていうのを決めてあげてみてください。真横でもいいかもしれないです。斜め上でもいいかも。真横と斜め上違いますよ。で前から当たってることもあれば、後ろから当たってることもあればということですよね。でそういったところすごく大事にされてみると、失敗よくするなっていう人はちょっと蛍光灯くるくるくると抜いてみて、一箇所外すとか、何かなんていうんですか、デスクランプみたいなやつ買ってきてピタッとしてみるとかっていうだけでも、ちょっとほらまた、思い切って黄色みたいに入れてきました。で失敗するというか、初心者の人ありがちな、ものっていうのは先入観強すぎる。先入観強すぎるという言葉でまとめていいのか分かりませんけども、いろんな色見えてきません？おじさん若干酒焼けをしておりますけども、肌の色を作ろうと思いすぎるあまりに、実は茶色っぽい感じの色に白混ぜてちょっと赤混ぜてみたいな感じだけで言っていたら、私は結構動画の中で感触とか入れていくのはもう皆さんに分かりやすいようにそれをお伝えするためにやってるんですけども、実は若干見えてきませんか？ちょっと緑っぽいかなとか、青っぽいかなみたいな色とかで、先入観で例えばリンゴは赤って決めつけるとね、他の色見えてこないんですよ。でやっぱりちょっと黄色見えるぞとか緑見えるぞとかっていう風にちょっと感じれるようになってきたりすると、それは他のとこでも言えます。影なんかも影はグレーやみたいな風に決めつけてしまうと、案外そういうのがうまくいかなかったりしますので、そのあたりというのをちょっとうまく処理できるようになるともっと良くなるんじゃないかなというふうに思います。乾かないうちにできる仕事というのはしておきましょうということが言えますよね。これ大きな仕事をしています。やっぱ初心者の人でありがちなのは、ちっちゃい仕事でずっとまとめすぎるっていうところはあるかもしれませんよね。こういうふうにちょっと大きめのハケみたいなのも使ってみても、これたまたま100円ショップで買ったものが便利やったんで、ダイソーさんやったかなで買った筆ですけども、案外こういうハケとか、そして水をやっぱりちょっとね慣らしてみて、平滑にフラットに他の色とある程度馴染んでいてグラデーションがつくとかっていうこととかもやられてみてください。水彩は基本的に透明水彩の場合寝かせて描くのがベースだと思います。僕ももうだいぶ進んでしまいましたけど、2層目をこれ描き出したんですね。さっきの土台のところからで、すみません撮ってませんでした。もうこれ本当に個展会場でやっていたので、音がそのまま
お話してる音とかも入ってるかもしれませんけど、こういうの実際に古典の会場で書くこともよくあります。でもやっぱりこう、すごく忙しいっていうか、もういつも暇な時は暇やったんで、結構集中して書けたりしたんですけど、案外やっぱりですね YouTube さんのおかげでありがとうございます。ファンの人がいっぱい来てくださってですね、本当にこれは本当にこうちょっと土台とかを書くのをお見せして、2層目のこう土台、やっぱりこうプロセスを踏むっていうのは透明水彩っていうのをあった方が大人っぽいかなと思いますね。で、あまりこうもちろん混色してもいいと思いますけども、なるべく重ねて、ね、赤と黄色やったらオレンジ色になるとかね、青と赤やったら紫色になるとかっていう、こう構造をですね、レイヤーとも言いましょうか、そういうのをかけていくというようなイメージを少し持つってことが大事です。だからちょっとそのイメージを持つっていう初心者の方はそれがちょっとなかなか持ちにくくて、直接的な色をバンと置いてしまったりするっていうことがよくあるので、ちょっとそのレイヤーをかけるというような、例えば分かりやすい例で言うと、絵画の歴史的に言うと初期ルネサンス絵画のテンペラ画みたいなのっていうのはベルダッチョって言って、テールベルトという緑土緑色の土を下に置いていたりしたんですよ。だからそういう方法もありますので、もともとその緑色の土っぽいのの上にこうちょっと暖色系の色でハッチングというのでテンペラで描いていくみたいな。あとはこの接地面っていうのもやっぱり初心者の人はなんかこうね、見過ごしがちだったりします。物が置いてあるところの接しているところによって、ね、丸っこいものが接している影とビタッとくっついているものが接している影との違いとかを書き分けるだけで、それのものの持っているものとか前後関係とかっていうのは出るんですね。意外とこういうところをこうないがしろにされている人も多いなという気がいたします。水の量なんていうのも結構こうしっかりこれは乗せながら書いていってますけども、水もたっぷり塗るところとそうじゃないところとバリエーション、やっぱバリエーションの幅っていうのを何でもつけてあげるようにするという努力をしてみるということが大事です。初めの頃はどうしてもモチーフとか写真やったら写真に引っ張られがちなんですけど、絵を描くことを楽しむということをしないとやっぱりもったいないですよね。そういう気持ちを常に持って描いていくということは大事かなというふうに思います。3層目ぐらいがこう入っていったり、2層目だったり3層目だったりというこうプロセスを踏んでいってます。モチーフもなんか何描いたらええか分からへんという人は本当その辺に咲いてる花とかポッと拾ってきて花瓶に入れるだけでも十分絵になりますよ。何でも絵になると思いますので、あんまりこう肩肘張らずに、なんかもうすごいこう遠いとこ行かんといかんのかなとか、観光地行かんといかんのかなとかいろいろ思うかもしれませんけど、その辺に咲いている花とか石とか水とか何でも絵になりますよ。その辺はこうちょっと柔軟にこう3層目のちょっとディティールを描きつつ、最後ちょっとだけディティールを描いているとこお見せしておきました。もう超初心者向けですけど、よく失敗しているなというのを鬼高評会というので、皆さんの作品を見ながら研究をさせていただいてます。へへへ、楽しいもんですよ。人の失敗見て我が振り直せじゃないですけども、もう本当にそのどこで失敗してるのかなと、自分自身もそういうのを皆さんね、この辺ちょっと失敗しとるかなとか、考えるようにして今後も楽しい制作活動を進めていってください。ちょっとディティールを最後ちょんと書いていきました。こういった感じで最後は密度を上げていくという仕事をしています。すごく写実的に描いてるわけではないんですけど、水彩のこう美しさみたいなのを生かしつつ、ラフに描いた生物画ということでございました。皆さんもね、ぜひぜひこの辺私もやっとるわっていうところがあれば、ちょっとこう意識を持つだけで全然変わりますという動画でございます。皆さんもこれからも頑張ってくださいね。また展覧会などで会えることを楽しみにしてます。それでは今日入試しちゃったんですか？20日に手術して、あらららら、来週か再来週なんです。あららら。いやー、田辺さんってそうなんですか。もう長い。行ったり来たりとかそういうことなくても、はい。年賀状で相変わらず電話じゃ3万みたいな。あ、そうですか。もうね、もう80何歳ですもんね。もうだからもうねえ、あそこなくなったら僕困るんだけどってすごいな、狭いですね。渡辺さんじゃあ東京にいたのかな。じゃあ気はするんですけど、ちょっと振ってみようかな。そうですか。チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。よろしくね。